バイオハザード・レクイエムの主人公、グレイス・アッシュクロフト。彼女は FBI の分析官という肩書きを持ちながら、開発者インタビューでは、怖がり、内向的、もじもじ、弱いなど、バイオハザードシリーズの主人公としては、かなり異質な形容がされています。この弱い主人公の設定は一体何を意味するのか、そしてなぜ今改めてそのような主人公像が必要とされたのか。今回はクリエイターズメッセージの内容を軸に考察をしていきます。本チャンネルではバイオハザードシリーズの考察、解説、検証を中心にした動画配信をやっておりますので、バイオハザードに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行ってみましょう。クリエイターズメッセージでは、ディレクター中西氏がプレイヤーが感情移入しやすい人物としてグレースをあえて怖がりに描いたと語っています。これはセブンやビレッジの主人公イーサン・ウィンターズとの大きな対比になっています。イーサンは物語を通して一貫して家族を守るために強い意志で行動し、ビレッジでは圧倒的なクリーチャーにも立ち向かっていく強さを見せていました。対してグレースは冒頭からおどおどした雰囲気で描かれ、精神的にもフィジカル的にも強さの獲得前にいるキャラクターです。この落差こそが恐怖を乗り越え成長へ向かう余白となっています。すなわちプレイヤーが恐怖を自分事として感じやすくなるように設計されたキャラクターであると言えるでしょう。この自分ごと化の設計は操作視点の選択にも現れています。レクイエムでは1人称視点 FPS が採用されつつも、3人称視点 TPS へも自由に切り替えが可能です。FPS はその場にいるような没入感を生み出し、恐怖をより直接的に体験できます。一方で TPS に切り替えることで、プレイヤーはグレースというキャラクターを外側から見守り、その変化や成長を俯瞰的に捉えることができます。これは単に FPS が苦手な人のための配慮というだけではなく、感情移入と俯瞰観察をプレイヤー自身が自在に切り替えることで、恐怖と成長の両面をより深く体感できる仕掛けとなっているのです。バイオハザード7において、イーサンは素性の見えない一般人として登場しました。これは誰でも感情移入できるようにするための設計でしたが、その一方でシリーズ従来作のような人間関係の多層的描写や事件との過去的因縁が薄く、物語全体における主人公の文脈性が希薄だったようにも見えます。今回クリエイターズメッセージで語られたグレースの感情や葛藤の描写強化は、中西ディレクター自身がセブンの時に描ききれなかった部分にレクイエムで明確に再挑戦していると解釈できます。例えば母アリッサの死にまつわる因縁や記憶の描写など、グレースは物語の中で成長する主人公であると同時に、プレイヤー自身の成長体験とシンクロさせることを狙っている設計だと考えられます。なおかつアリッサは過去作バイオハザードアウトブレイクに登場した主人公の一人であり、市民視点のラクーン事件を体現した存在でした。その娘グレースが今作で再びラクーンと向き合うという構図は、シリーズの因縁と歴史を受け継ぐ立場として非常に象徴的です。恐怖の乗り越えが快感になる。これはレクイエムのホラー体験を貫く重要な設計思想です。クリエイターズメッセージではこの考え方に基づき、恐怖体験が単なる受け身のストレスではなく、超える喜びへとつながる流れを匂わせています。インタビューの中で中西ディレクターは、レオンを主人公にするとホラーと食い合わせが悪いと語っています。その理由は、レオンがすでにあらゆる脅威を乗り越えた恐怖を超越した存在であり、プレイヤーと同じ目線で恐怖を体験するには適していないからです。こうした超える喜びを成り立たせるためには、あらかじめプレイヤーが共感できる脆さや不完全さを主人公に設定する必要があるわけです。つまりグレースの弱さとは、プレイヤーが恐怖を自分のこととして感じ、それを自らの手で突破する体験を可能にするための意図的に設計された仕掛けなのです。これはイーサンが何者かわからない一般人として描かれたセブンの時に足りなかった感情の明確な理由付けを付加することで、恐怖、乗り越える、快感という流れをより強く成立させる構造になっていると考えられます。これこそ中西ディレクターが体現したかった新しいバイオハザードの姿であると言えます。グレース・アッシュクロフトというキャラクターは単なる女性主人公ではなく、プレイヤーと共に恐怖を体験し、感情の流れを通して物語を進行させていく存在として設定されています。これはセブンやビレッジの流れを受けつつ、中西ディレクターが再び挑む恐怖と成長の融合の象徴的な試みであり、ホラーゲームにおける快感としての恐怖を完成させるための重要な要素だと捉えられます。プレイヤーがグレースの弱さを乗り越え、強さを獲得していくプロセスこそがバイオハザードレクイエムにおけるホラー体験の中核なのかもしれません。
皆さんはグレースの弱さをどのように捉えましたか？その弱さがあなたにどのようなレクイエムのストーリーを予感させたか、ぜひコメントで教えてください。